2020年1月1日から15日までの魚座さんのリーディングを始めます。今回のリーディングからカードデッキを入れ替えております。こちらの2つのタロットカードデッキと3つのオラクルカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。1月1日から15日までの魚座さんのリーディングを始めます。まずこちらに満月のカードが出ております。神に委ねるというメッセージですね。そしてこちらに近い将来にっていうカードが出てるんですね。なので、近い将来に願いが叶うっていう方がいらっしゃるんじゃないかなと思いました。はい。そして、それが、やっぱり、物事が完成していくとか、成功するとか、願いが叶うっていうのは、イコール岐路でもあるんですね。成功するか失敗するかっていうところの岐路でもありますので、それで、そのアドバイス、その成功を勝ち取るためのアドバイスということで、いろいろメッセージが出てきております。まず、こちらに、カップの4と、この螺旋階段状のエネルギーアートのカードが出てるんですけれども、このカップの4というと、この天から差し出されたカップに気づけていない状態を指してるんですね。この今持っている3つのカップだけ見ていて、この4つ目のカップに目がいっていない。この4つ目のカップが今回、この成功を勝ち取るため、この願いを叶えるための鍵になるんじゃないかなと思いました。それで、このカップを受け取るために、この螺旋階段の絵なんですけれども、この螺旋階段っていろんな解釈ができるんですけれども、例えば、この心の奥底に、この階段を一段一段降りていくように、降りていくとか、あと、考えすぎて、頭の中渦巻いちゃってるような状態とか、そういう解釈もできるんですが、今回はこの螺旋階段、螺旋状っていうのと、あとこのお正月っていう時期ですね。っていうことも考えて、離れて暮らしているご家族に会われる機会がある方が多くいらっしゃるっていうのと、あと田舎に帰られる方とかでしたら、幼馴染にすごいしばらくぶりに会うとか、そういう方もいらっしゃるのかなと思いまして、DNA からのメッセージっていう感じがすごくするんですよね。やっぱり自分のことって自分ってなかなかわかんなかったりとかするんですよね。でも DNA が近い人、あの、ご両親だったり、ご兄弟だったり、お子さんだったり、そういう存在から学べるっ
っていうことが多々あるんですね。なんか今回はそのタイミングじゃないかなと思いました。あと、この幼い頃はできていたけれども、それ以降何か封印してしまってできなくなってしまったようなこととか、なんかそういうことにも気づけるっていうこともありますので、その幼馴染に会われるっていうのもとてもいいのかなと思いました。はい。あの、その、自分ではなかなか気づかないけど、本来の自分が持っていることっていうのがキーワードかなっていう感じもします。はい。それがまず一つ目のキーワードかなと思いました。そして、二つ目なんですけれども、やっぱりそれも、お正月にご家族とか、あとご親戚とかに会うっていうところの話になるんですけれども、ご家族とかご親戚とかでも、疎遠の方とかっていらっしゃいましたら、しかもその疎遠なのが、なんか合わないとか、なんか気まずいとか、なんか苦手とか、そういう感じで、なかなか縁遠かった方、それは、古いお友達とかでもそうだと思うんですけれども、なんかそういう人たちとこのお正月のタイミングに会うことによって、なんかすごくいい気づきがあるんじゃないかなと思いました。その古い人たちの中から何かを学ぶ、何か苦手だったなっていう人たちとも、なんかすんなりと付き合えるようになっている自分がいることに気づくとか、そういう古いものが新しくなるっていう感じがするんですね。古い関係が新しくなる。自分の中で古い情報だったものが新しくなるとか、何かそういうきっかけがあるかなと思いました。そして3つ目なんですけれども、こちらのワンドの5ですね。ワンドの5というと、普通は競争しているイメージのカードなんですね。5人ぐらいの人が、議論しているようなカードだったりとか、争っているようなカードですね。その集団の中で競い合うことによって何かを得るっていう、もしくは何かを失うっていう感じのカードなんですけれども、これはなんか道を歩いている男の人が、寂しそうにとぼとぼ歩いているような後ろ姿が描かれている絵なんですね。そして、この言葉はエウリピデスの言葉なんですけれども、最も賢い人は自分の指示に従うという意味ですね。なので、やっぱりこの集団の中における自分っていうものを再認識される方がいらっしゃるのかなっていう感じもするんですね。その集団の中、例えば家族の中でもそうですし、それはお仕事の仲間もそうですし、ご友人の仲間っていう、そういう集団の中における自分っていうものを何か再認識される方っていうのがいらっしゃるのかなと思いました。それも、気づきのポイントの一つとして、ちょっと注意してほしいのが、やっぱこれですね。あの、自分の指示に従うっていうことですね。そういう集団の中にいると、集団の中にいるからこそ、自分に気づくとか、そういうこともあるんですけれども、もちろんそれもとても良い利点の一つではあるんですが、悪い面としては、その集団の中に埋もれてしまう、集団に染まってしまうっていうことが多々あるんですね。なので、そうならないように気をつける。もしくは、そういうような集団にいるんだったらそこから離れるとか、そこはあなたのいる場所ではないっていうふうにも言われていると感じました。なので、やっぱりご家族の中とか、そういうご親戚の中とかにいると、その中のワンオブゼムにもちろんなるんですけれども、それを
なんかこうちょっと俯瞰して見れるような感じになるのかなと思いました。なので、そういう俯瞰してみることっていうところにも、この鍵があるんじゃないかなと思いました。はい。そして、この満月なんですけれども、1月11日が蟹座の満月があるんですね。なので、ここでぜひ、しかも月食なんですね、今回の満月。なので、ぜひ、いろんな過去のネガティブなエネルギーというものを手放して、それで、この成功への道っていうものを、切り開いていっていただきたいなと思いました。やっぱり古いものを抱えていると、それだけエネルギーがこう濁ってくるんですね。なので、早く手放して、新しいエネルギーを入れて、それで、この成功する道の方に行っていただきたいなと思いました。そして、先月も出てたんですけれども、こちらにワンドのナイトが出ております。このワンドのナイトって、やっぱり情熱的で行動力があるんですね。そしてこちらにカップの4というちょっと引きこもりがちっていうようなカードと、こちらにちょっと孤独な男性の後ろ姿が映っているカードが出ておりますので、何かこう、やっぱり引きこもりがちな状態になっている方っていうのが今多くいらっしゃるのかなと思ったんですけれども、もう行動する時ですってとても言われているので、ぜひ集団の中に飛び込むっていうのもそうですし、何かしらアクションを起こしていただきたいなと思いました。この、集団っていうのも、いわゆる人間のこう生身の集団っていうのもあるんですけれども、それよりはインターネット上かなっていう感じがとてもしていて、なんかその方が、こう生身の人の集団を探すよりも手っ取り早いかなっていう感じがして、やっぱりこういう孤独な時間が長かった人って、すっごいこの奥深くまで降りてるはずなんですね。それが、実はこの孤独の井戸ではあるんですけれども、この地下水脈で、とっても多くの人と見えない糸で繋がれてるんですね。それで、この行動を起こす、例えば SNS を立ち上げるとか、何かを配信していくとか、そうすることによって、その見えない水脈で繋がっていた人と繋がれるっていう感じがするんですね。やっぱりこの深いところっていうのって、なかなか生身の人間の出会いってすぐに、あ、この人と繋がってるっていう風に感じるのってなかなか難しいんですね。だけれど、あの、あなたが例えば言葉とか、写真だったり映像だったり、そういったもので表現して、それを世界に向けて発信していくことによって、あなたと同じ水脈でこう繋がっている人に出会える。そして、それが、この成功への鍵になるっていう感じもするんですね。ですので、ぜひいろんな思いですとか、あなたの感性っていうものを世界に発信していっていただきたいなと思いました。はい。それでは、1月1日から15日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。